こんにちは、月島です。今回はキャプチャーボードのアバーメディア AVT878 プラスのレビューをしていきたいと思います。キャプチャーボードは様々なタイプの製品がありますが、その違いなど4つの項目に分けてレビューをしていきます。また、今回はレビュー編で、次回は実践編です。それでは内容物の確認から始めていきたいと思います。開封済みですが、パッケージはこんな感じです。はい、開けると本体はこんな感じで入っています。中に説明書、付属品のケーブルが3本入っています。はい、では内容物です。ゲームキャプチャー本体、クイックガイド、パワーディレクター15ライセンスカード、HDMI ケーブル、USB 2.0 ケーブル、3.5mm ステレオオーディオケーブル、4極です。はい、ここではキャプチャーボードについて3つの項目でお話ししたいと思います。1番、キャプチャーボードとは。2番、ソフトウェアエンコードとハードウェアエンコード。3番、パススルー。まず、キャプチャーボードとは、テレビゲーム機などの画面をパソコンに移して録画やライブ配信ができる周辺機器です。パソコンやスマホの画面キャプチャーも可能です。ソフトウェアエンコードとハードウェアエンコード。エンコードとは変換や圧縮のことを言います。ゲーム画面を録画するのに必要な作業です。そしてキャプチャーボードのエンコード方式は2つあります。ソフトウェアエンコード。パソコンにインストールしたソフトウェアでエンコード処理をする機器を指します。そのためパソコンにかかる負担が大きいです。遅延について、ゲーム機からキャプチャーボードを通してパソコンのソフトウェアで録画していますので、そこに映る画面は当然遅れてきます。そうするとゲームしづらいです。ですが、次にお話しするハードウェアエンコードの機器よりはソフトウェアエンコードの機器の方が遅延は少ないです。ハードウェアエンコード。今回レビューしている AVT878 プラスはハードウェアエンコードの機器です。このタイプだとこの機器の中でエンコード処理をしますので、パソコンにかかる負担は少なくなります。私はノートパソコンを使っていますので、パソコンへの負荷が少ないこのタイプを選びました。デメリットは、機器の中でエンコード処理をした後にパソコンのソフトウェアにゲーム画面を映しますので、遅延が大きいです。エンコードまとめ。まとめると、ソフトウェアエンコードはパソコンにかかる負荷が大きいが遅延が少ない。ハードウェアエンコードはパソコンにかかる負担は小さいが遅延は大きいということになります。パススルー。最近のキャプチャーボードには大抵パススルー機能が搭載されています。パススルー機能があると、キャプチャーボードに映像の出力端子が搭載されていて、遅延のないゲーム画像を別のモニターに出力することが可能になります。遅延があるとゲームをまともに操作できませんので、必要な機能になります。以上がキャプチャーボードを選ぶ際に気をつけることの基本になります。それでは本体各部を詳しく見ていきたいと思います。本体上部には大きなボタンがあり、これは録画スタートボタンと本体の状態を示すランプです。このゲームキャプチャーはこの本体にゲーム機を接続してそのまま録画できる単体録画モード
というものがありますので、その時にこのボタンを押して録画の開始と停止をします。正面右側にはモード切り替えスイッチがあります。パソコンに接続するモードと単体録画モード、カードリーダーモードを選択します。その隣が音量調節ボタンと音量状態ランプです。このボタンではヘッドセットからのマイクの音量を調節できます。ランプが赤いとミュート状態です。またゲームの音量やマイクの音量の細かい設定は付属のソフトウェアで行うことができます。私は最初これに気づかなかったので、音量調節のやり方がわからず苦労しました。正面左側にはパーティーチャット用端子とヘッドセット用端子4極があります。背面右側からマイクロ SD メモリーカードスロット、単体録画モードで直接録画するときに使用します。 USB2.0 端子、パソコンに接続したり、この本体単体で使う場合は給電ポートとして機能します。 HDMI の入力端子と出力端子です。入力にはゲーム機、出力はパススルーになっていますので、ここにモニターを接続します。はい、いかがだったでしょうか。 AVT878 プラスは非常にコンパクトで邪魔にならないので気に入っています。初めて購入したキャプチャーボードですので、他の機種との比較はできないのですが、USB2.0 でパソコンに接続するのは少し驚きました。ですが実際使用してみて問題はないようです。また Mac に対応しているのも購入した理由の一つです。次回の動画では実際にパソコンとゲーム機を接続してゲーム画面のキャプチャーをしてみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。